今日は気温が22度で天候は曇りなんですけど、あんまり湿気がなくて空気はカラッとしてて気持ちいい感じです。今ね、ハイブリッドモードで走っているんで、とても静かなコックピット内なんですけど、この 296GTB は普段使いをねすごく意識して作られていると思いますので、とてもロードノイズとか、それからタイヤが跳ね上げる跳ね石の音とか、そういったね雑音はほぼ室内には入ってこないです。ですからハイブリッドモードでエンジンがかかっていない状態だととても静かで、今エアコンがねついてるんですけれども、エアコンの風の音がちゃんと聞こえてくるぐらいコックピットの中は静粛性が高いですね。この 296GTB からコックピットのデザインは SF19 とほぼ同じような形になっていて、全てのねコントロールユニット系はこのメインのダッシュボードの中に収められていて、ローマと同じステアリングに全ての操作機能が集中して設置してあるんで、ハンドルから手をね離さなくても、もうこの指先だけを動かすだけでほとんどのコントロールが可能になっています。で今ね本当タウンスピードで走っているんですけど、このマネッティーノのモードをウェットにしてあるんで、とても乗り心地はいい状態です。スタンダードモデルの場合はダンパーのレートを変更できるんですけれど、アセットフィオラノを選択した場合は固定レートになるそうで、前回アセットフィオラノ付きの 296GTB をドライブしたんですけど、かなりやっぱり足回りは締め上げられてるなっていう印象でした。それと比べるとこのスタンダードのサスペンションはとてもストリートを使うっていうことをね考慮してセッティングされていると思います。ですからこの乗り心地だったらこの外見からは想像できないぐらいかなりソフトなっていう印象を受けると思います。で当たり前なんですけど、この電動モーターで走っている分にはまあフェラーリをドライブしているっていう感覚はほぼ感じないですね。でも今はこういうね時代なんで、例えばパリの市街地なんかもうエンジンのね車は走れないみたいなんで、こういったモードが必要になるんでしょうね。まだね日本ではそこまで規制は厳しくないんで、まあ正直エレクトリックモードは燃費重視っていうねシチュエーションでしか使うところがないのかもしれないですね。でも本当加速もね必要にして十分の力を持っていますから、最高速も135キロまで出るそうなんで、まあその辺りはハイウェイをテストドライブした時にチェックしますけど、でもこうやってねゆったりとストリートを流しているようなステーションだったら十分このエレクトリックモードは使えると思います。アクセルペダルを戻すことによって回生ブレーキが発生しますので、かなりねそのエンジンブレーキのように効いてくれるんで、ブレーキペダルをねほぼ踏まずに減速することもできますね。この 296GTB のボディデザインなんですけれど、僕が一番好きなフェラーリが実は 250LM なんです。ですから 296GTB がデビューしてからとてもワクワクしていたんですよね。実車を見た時に写真で見た通り 250LM の衣装をちゃんとねデザインに落とし込んでいて、それでいて現代の最新のフロントマスクも
うまくね融合されていて、フェラーリのデザインチームは素晴らしい仕事をしたんだと思います。でレーシングカーの 296GT3 もほぼ同時に開発されていたみたいで、レースカーの方がより自由にデザインができたはずなんで、とてもかっこいい車に仕上がってると思います。そしてすごいのは、デビューした年になんとニュルブルクリンク24時間レースでこの 296GT3 は優勝してるんですよね。で性能がいいだけで優勝するようなイメージがレースの世界ってあるんですけれど、やはり24時間レースともなるといろんなシチュエーションを経験するんで、ドライバーにとってね勝てる車っていうのは絶対に乗りやすい車である必要があるんですね。つまり緊張をねあまり強いられないっていう、ある程度のいろんな走行ラインを走れるような、そういった寛容さも必要で、もちろんパフォーマンスも必要なんですけど、常にね安定したハンドリング、そしてリアのスタビリティのコントロール性の高さとか、そういった総合面がすごく高い次元でまとまっていないと、一発のタイムは出せるんですけど、24時間という長丁場の耐久レースの中で常にねトップを維持するっていうのは、そういったハンドリングや空力全てがある程度角が削ぎ落とされて、マイルドっていうとちょっと語弊があるんですけど、そのぐらいドライバーに優しい車でないとなかなか高次元でコンスタントに同じようなラップタイムを刻むっていうのは至難の業になるんですね。ですからそういった意味ではランボルギーニやフェラーリ、そしてポルシェ、あとアストンマーチンとかね、そういう名だたる自動車メーカーのほぼトップを行くっていう車種が GT3 車両に設定されているんですけれど、そんな中でね近年はずっとメルセデス AMG が優勝していたんですね。でそんな中で久しぶりのねニュルブールクリンクで、しかもフェラーリでは初じゃないかな、そんな過酷なニュルブルクリンク24時間レースでデビューした年に優勝するっていうね快挙を成し遂げたんですね。でこれだけでもこの 296GTB という車の組成の良さが証明されていると思います。で昔はね耐久レースっていうとポルシェ911が頭に浮かぶと思うんですけど、かなりたくさんのレースで勝利を飾っていたと思うんです。そんなポルシェはねなぜ強かったのかって考えた時に、スタンダードの911クーペを街中で走らせた時、すごくねコントロールの幅がもあって、そしてドライバーがどんなタイプのドライバーが運転してもある程度の性能の高さを発揮できるという、車側のねそのコントロール性の高さだけではなく、コントロールできる領域の幅がすごく広かったんですね。そういったところをこの 296GTB には僕はすごく感じていて、なるほどな、これのハンドリングやドライバビリティの高さとコントロール性の領域の広さ、この辺りのそういったドライビングに必要なねところをとっても煮詰められてきた車なんだと思います。でメーカーとしてはねファントゥードライブをとても考えたということなんで、その辺あたりはワインディングの動画を見ていただければわかると思いますけど、とても素晴らしい次元で完成されている、過去最高と言ってもいいぐらいのミッドシップフェラーリだと思います。今バッテリーの残量が少しずつ減ってきていて、
エレクトリックモードで走れる最大距離が25キロなんですけど、今17キロまで減ってきました。でパッとね走らせた時になんかどこかで乗ったことあるなっていうイメージがあって、実はこの 296GTB のホイールベースは F8 トリビュートから50ミリ短縮されていたっていうことをデータでは読んでいるんですけど、確かにもちろん乗ってねすぐにその50ミリの効果っていうのは体感できるんですけれど、実は F430 も同じ2600ミリというホイールベースを持っていたんですね。で前後のトレッドの比率も F430 とほぼ同じ比率を持っているんで、なるほどなっていう、乗ったことあるなっていうイメージは実は F430 の記憶が蘇ったということなんですね。もちろんシャシーも全くの新設計であり、エンジンはね F430 は V8 でしたけど、この 296GTB は V6 エンジンを搭載しているんで、かなりそういった意味では違いがあるんですけど、でも車としてのサイズ感やトレッド比率、それからホイールベースの長さとウェイトですね、そういった部分はかなりね似通っていて面白いなぁなんて思いました。少しバッテリー容量が減ってきたんでチャージモードに変更します。このねエンジンがかかった瞬間に全く不快な振動やねそういったものがないんですね。この辺りの制御の完成度の高さは本当に素晴らしい仕事してるなと思います。で意外とねエキゾーストの音が音量が大きめなんですね。まあこれはねフェラーリドライバーだったらみんな嬉しいっていう部類のサウンドなんですけど、この8速 DCT のトランスミッションはとても賢くて、でギアレシオはね SF19 よりも少しローギア度に設定されているそうなんですけど、このストリートで乗る分にはとても扱いやすいと言いますね。ハイブリッドを選択してオートマティックモードで走ってる分にはかなりのね次元の快適さで、これは普段使いできちゃいますね。今設定をウェットモードにしてありますけど、このウェットモードにした上でハイブリッドを選択してで流してね走るような走りであれば、まあ、日常普段使いに全然使えちゃうっていう感じですね。で昔のミッドシップフェラーリ全部そうなんですけど、このぐらいのねタウン速度で走っている時のやっぱり多少ダンピングレートの高さで突き上げ感っていうのをねゴツゴツ感とか感じたんですけど、このカーボンシェルを持つバケットシートなんですが、この薄いねシートクッションでも全く不快な乗り心地というかね突き上げ感を感じないんですね。これはねやっぱり新しい領域に来てるのかななんて思います。このね乗り心地はローマでも感じたのと同じなんですけど、もうスポーツカーといえどこのソフトなね乗り心地がやっぱりユーザーのことを考えた時に必要なんですね。今時速45キロぐらいでギアボックスは5速を選択してます。この心地いいエキゾーストの音がねコックピットに入ってくるんですけど、この音もどうやらフェラーリは調教したそうで、ワインディングではね本当にたまんない快音を奏でてましたけど、
こうやってストリートをゆったりと走らせていても心地いい低音がコックピット内に入ってきて、やっぱりフェラーリをドライブしているっていうね、充実感を味わわせてくれますね。結構なハイペースで走らせるワインディングと違って、ストリートは実はアクセルやスロットルの操作っていうのはすごく微妙な範囲でコントロールする必要があって、この辺りのコントロール系の完成度の高さも本当に驚かされますね。これだけ高性能なパワーユニットを搭載しているのに、本当にね、ミリ単位のアクセルコントロールの右足の動きに対してとってもね、シビアではなく、かつ反応が鈍いわけでもないというね、絶妙なコントロール性を実現していて、それはね、このブレーキバイワイヤーを採用したブレーキペダルにも言えるんですけど、でも本当ね、油圧式のブレーキをコントロールしてるのと全く違和感ないですね。まあね、フルブレーキング時には回生ブレーキも多少はペダルタッチに感じたりはするんですけれど、でもね、それもほぼ気にならない部類で、こういった細かい制御系のフィニッシュレベルの高さが、この 296GTB はさらに磨きがかかったと思います。そういう意味ではこのね、フェラーリっていうブランドに負けない本当に素晴らしいフラッグシップカーに完成したんだと思いますね。やっぱりミッドシップフェラーリってちょっと気合を入れて乗るぞって思わないと、そういったね、緊張を強いられる車が今までのフェラーリの V8 モデルだったと思うんですけど、この 296GTB に関しては、まあもちろんね、V6 ユニットになったからっていうのもあるかもしれないですけど、そこまで緊張を強いられることもないですし、とてもね、乗り心地だけではなく、扱いやすさもかなりの高さまで鍛え上げられたということもあって、あとは原点回帰じゃないですけど、サイズもね、コンパクトになったおかげで、本当にね、普段使いに気軽に乗れちゃうっていう、そのフレンドリーさがこの車の一番の美点かもしれないですね。ほとんどの方がね、フルパワーを使うなんていうシチュエーションで乗られることはないと思いますので、むしろこういった一番使い勝手が必要なシチュエーションでのドライバビリティの高さっていうのが現代のフェラーリの技術レベルの高さを証明していると思います。いやー、でも本当これだけね、乗りやすいとバンバン乗っちゃいますね。まあね、これだけの高性能を持ちながらもストリートで素晴らしい日常的な使い方もできるっていう2つの高性能を融合された 296GTB、 これはかなりの人たちがターゲットにしたい1台ですね。とても高いパフォーマンスと操る楽しさと、そしてこの日常的な使い勝手のクオリティの高さ、この3つをね、素晴らしい次元で完成させたフェラーリの技術人たちには称賛を送りたいと思います。